今回はケンタッキーフライドチキンの再現レシピをご紹介します。この時期に食べたくなるフライドチキン。無駄な工程を極限までなくし、簡単かつ本格に再現してみました。調味料もご家庭にあるもので簡単に作れますよ。では早速作っていきましょう。このチャンネルでは体に優しい季節の料理や暮らしに役立つ情報などを配信しています。ご興味ある方はぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。まずは鶏肉を用意します。本格的に骨付き肉でも大丈夫ですが、今回は一番手に入りやすいもも肉で作っていきます。この鶏肉は1枚 300g でした。余分な筋や脂身を取り除いていきます。こういう部分は食感が悪いので切っていきます。脂身も臭みの原因になるので取り除いていますが、面倒な場合は取らなくても大丈夫ですよ。ケンタッキーのフライドチキンは結構大きめなので、大きさも再現したい場合は1枚を2等分するくらいがちょうどいいと思います。今回は食べやすさも重視したいので4等分で作ります。次は下味をつけていきます。すりおろしにんにくを1かけ分入れます。チューブを使う場合は小さじ1杯分、2、3センチくらいを目安に入れてください。本家はおそらく化学調味料が入っていますが、あまり体に良くないので代わりにニンニクでうまみをつけていく作戦です。塩は鶏肉の重量に対して 1.5% ほど入れます。鶏肉が 300g なので 4.5g ですね。小さじ1弱がだいたい 4.5g です。次は黒胡椒と白胡椒を入れます。結構胡椒が多い気がしますが、ケンタッキーのフライドチキンは胡椒の主張がかなり強いです。なので胡椒はしっかり多めに入れましょう。調味料が全体になじむように揉み込んでいきます。できました。揉み込んだら冷蔵庫に入れて15分ほど寝かせます。常温ではなく冷蔵庫で寝かせることで、揚げた時に水分の放出が少なくなりジューシーに仕上がります。寝かせている間にバッター液と衣を用意していきます。バッター液とは衣付けを良くする液体のことで、薄力粉と水を合わせて作ります。よく混ぜます。衣も薄力粉を使います。薄力粉だけでも大丈夫ですが、オールスパイスを入れるとより本格的になります。ケンタッキーのフライドチキンは11種類のスパイスを使っていますが、11種類もスパイスを用意するのは大変なのでオールスパイスで代用します。しかし先ほどもご説明したようにケンタッキーフライドチキンは胡椒の主張が強いのが特徴ですので、オールスパイスは入れなくても十分美味しくできます。これで衣の完成です。15分経ちました。味が染み込んだ感じがしますね。次はバッター液につけていくんですが、衣をつけたらすぐに揚げられるように油を温めておきます。最初は130度以下で揚げるので、温度が上がりすぎないように弱火で温めておきましょう。バッター液をつける前に皮をしっかり伸ばしていきます。
こうすることで鶏肉の縮みを最小限に抑えてボリュームのあるフライドチキンになります。ポイントなので覚えておきましょう。バッター液にくぐらせたら両面しっかりと粉をつけていきます。ここでもう一つ大事なポイントがあります。それは衣をつけたらすぐに揚げること。衣をつけてから後で揚げようと冷蔵庫などに入れておくと衣がべちょべちょになって失敗します。衣をつけたらすぐ揚げるも覚えておきましょう。バッター液も衣の量もぴったりでした。それでは揚げる工程に入っていきます。少し手間ですがジューシーに仕上げるために2度揚げしていきます。火は弱火の中火くらいで130度以下をキープするようにしましょう。温度計がない場合はお箸を入れてみて先端から小さい泡が少し出ているくらいが130度です。そして鶏肉を入れた時に映像のような小さい泡がシュワシュワ出ている程度だったら OK。 この温度をキープして5分間揚げていきます。お肉を入れたら1分間くらいは触らないようにしてください。衣が剥がれてしまう可能性があります。大体で大丈夫なので130度は上回らないように5分間揚げていきましょう。5分経ったので一度取り出していきます。衣は白く油をしっかり含んでいる状態です。今の状態では衣はべちゃべちゃですがこの後高温で揚げてカリッとさせていきますよ。火を中火くらいにして温度を180度まで上げていきます。180度になると油の表面がゆらゆらしてお箸を入れた時に泡がたくさん出てきます。温度が上がったら2分揚げていきましょう。時間はあくまでも目安ですのでお肉のサイズが大きいともう少し揚げ時間が長くなるかもしれません。美味しそうなきつね色になったものから取り出してください。2分経ちました。いい感じの色になりましたね。見た目は完全にケンタッキーみたいですね。しかし揚げたてサクサクなのでケンタッキーのような衣のブヨブヨした感じはありません。あのブヨブヨの衣に近づけたい場合はこのチキンをお皿に移しラップをして電子レンジの750ワットで2分ほど温めてください。そうすると衣がしっとりして本家のフライドチキンのようになります。私はどちらかというとカリカリの衣が好きなのでこのままいただきます。匂いがまさにケンタッキーなんです。衣の雰囲気もそっくりですよね。いただきます。これはもうケンタッキーですね。衣のサクサクカリカリっとした食感、噛めば噛むほどに口の中に肉汁が広がります。このスパイシーさが後を引きますね。この分厚さが本家っぽくていい感じ。皮の付近が特にジューシーです。衣がカリッとしていることで個人的にはより好みの味となりました。
ケンタッキーフライドチキンの再現レシピいかがだったでしょうか。自宅にある調味料で手間をかけずに簡単に作ることができますよ。ぜひ試してみてくださいね。最後までご視聴していただきありがとうございました。